どうも、弁天クルーのタイガです。よかったら Twitter、Instagram やってますんでフォローお願いします。あとチャンネル登録もよかったらお願いします。動画見ていただいてちょっとでもいいなと思えば高評価ボタンもぜひともよろしくお願いします。というわけで、今回も新作スニーカーのご紹介なんですが、実はまだ日本で発売されてない、ナイキさんのダンクでございます。ダンクが連続で続いてますね。2連続ダンクということなんですが、ちょっとね、今回結構なやらかしをしてまして、完全にちょっと僕のミスが、ありました。よかったら、ちょっとね、一緒に見ていこうかなと思うんですが、よこしょ、こちらです。今回ですね、僕が購入したのがダンクハイのウィメンズモデルになるんですが、バーシティパープルでございます。はい、というわけで、何をやらかしたかっていうと、もうめちゃくちゃ単純です。サイズ間違えました。やっちゃったなっていうような感じです。僕、ダンクだと、ローカットは 5.5 で、ハイカットも25.5 で全然問題ないんですけど、基本的に26センチを選べるときは選ぶようにしておりますが、今回、ウィメンズモデルの27センチが来ちゃいました。めちゃくちゃ大きいんですよね。購入は、海外のエンドさん、イギリスのエンドさんで当選しました。日本での発売は12月16日に発売なんですが、ちょっと延期したんですよね。元々の予定から結構ずれ込んじゃったんですよ。で、グローバル、海外の方では12月3日に発売になりまして、ちょっと自分でもですね、抽選受けてたの正直忘れてるぐらいだったんですが、3日の夕方にちょっと当選のメールが来まして、到着はその後3日後とかで、今回めちゃくちゃ早い到着でしたね。はい。到着してからちょっとしばらくお家で眠ってたんですけど、今回ちょっとレビューしようかなと思いますが、サイズ本当に間違えちゃって、ちょっと一回足入れてみたんですけど、やっぱり全然違いますね。ウィメンズモデルって基本的にメンズモデルと比べて、ハーフサイズアップみたいな感じだと思うんですけど、履いた感じめちゃくちゃ27だなっていうような感じしましたね。だからちょっと正直全然ブカブカで、中にね、厚めのインソール入れて履けなくもないんですが、ちょっとそれでも大きいぐらい、本当かかとがかなり浮いちゃうような感じで、ちょっとどうしても履けないなということで、今回こちらは、スニーカー好きな先輩にちょっと連絡してみたところ、欲しいということで、ちょっとその方にお譲りする、スニーカーとなっちゃいました。残念ながら。喜んでくれたからいいんですけど、ちょっと僕自身すっごいこのカラーリング気に入って欲しかったなっていうモデルなんで、ちょっと残念は残念なんですけど、しょうがないかなと思います。エンドさんUK モデルで選んだりするんですけど、それでもなんで押し間違えたかなっていうような感じで、ちょっと、初めてやらかしちゃいましたね。はい。というわけで、ダンクのお話。今回もざっくりになるんですが、それこそ本当ダンクの話は僕たちのチャンネルでもう何回も話してるんで、他の動画見てもらう方がいいかなと思うんですが、1985年誕生のナイキのバッシュですね。バスケットボールシューズでございます。で、ダンク、僕も本当好きなんですけど、ダンクのどこがいいっていう話あんまりしてないなと思うんですが、履き心地ももちろん好きなんですよ。プラスアルファ、やっぱりノンエアっていうところですね。ノンエアのダンク。加水分解の心配がないっていうところが大きいかなと僕は思います。ジョーダンとかもね、10年、20年と履けるのは履けるんですけど、やっぱり履き心地が変わってきて、ダンクももちろんラバーがね、硬化してくるんで、履き心地どんどん悪くなる一方ではあるんですが、見た目的にそこまで劣化を感じないというか、そういうところがすごく気に入ってます。本当ダンクに関しては10年、20年と履けるスニーカー、ある種革靴みたいな感じでね、履けるんで、僕はすごくその点がダンクが好きです。で、ノンエアのバッシュというか、スニーカーって履き心地どうなのと思われる方も多いと思うんですけど、僕の場合はノンエアの方が本当好きですね。クッショニングが本当に地面をしっかり捉えてくれるような履き心地なので、ダンクは
履き心地もそうですし、劣化の関係から僕はすごくおすすめというか好きなスニーカーでございます。で、こちらのですね、バーシティパープル、ホワイトとバーシティパープルなんですが、一応これはある種復刻に近いのかなと思います。元のホワイトとバーシティパープルに関しては、1999年に初登場しました。当時は裏ダンクであるとか、東京シティアタックモデルなんていうのがね、バーっといろいろ出た時代なんですが、99年に初登場したのが、こちらのですね、白と紫、白紫とかって言うんですけど、このモデルでございます。で、僕としてはその後ですね、99年当時とかもう全然小学生だったんであれなんですけど、その後中学に入って2003年とかからスニーカーにぐーっとのめり込んでいくんですが、当時をちょっと物語る一つのキーアイテムが白紫のこのダンクでございました。で、ちょっと正式な復刻ではなく、カラーブロックをちょっと落とし込んだよっていうようなモデルになるので、ちょっと全然違うところはあります。ソールであるとか、あとやっぱりこのタンラベルの色とかかな。当時はね、ナイキとスーシュのロゴに関しては、イエロー使われてたんですよ。だからパープルと相まって、ちょっとレイカーズっぽいカラーリングになってたんですが、今回はちょっと全然違うような感じとなっております。じゃあざっくりディティール見ていきましょう。まず、アウトソールですね。本当にこのスニーカーの一番特徴的な点と言ってもいいと思います。アウトソールです。パターンとしては通常のダンクのパターンなんですが、クリアのラバーパーツとなっております。クリアパープルですね。いい感じです。僕が今年31なんですけど、同い年ぐらいだとわかると思うんですけど、ゲームボーイカラーとかでね、こんな感じのクリアのモデルがあったと思うんですが、そんな感じの色味となってます。めちゃくちゃいいですね。クリアソールって本当履く前めっちゃ綺麗でいいんですよね。履いちゃうとどうしても汚れとか黄ばみが目立っちゃうんであれなんですけど、これも綺麗なクリアのパープルとなってます。で、ミッドソールですね。ミッドソールは通常のホワイトのパキッとしたホワイトのミッドソールとなっております。で、ダンクの僕のほんと好きなところ、このスリット部分ですね。はい。これ屈曲性を高めるために入ってるそうなんですが、ここが好きなんですよ。だから逆にジョーダンの苦手なところって、履き心地とかもあるんですけど、ミッドソールがすごいのぺーっとしてるような感じが、ちょっとあんまり好きではないんですけど、ダンクはこのスリットが入ることによって、近未来感が若干出るような雰囲気がしてね、僕はすごい好きです。で、アッパーですね。アッパーに関してはね、オール天然のレザーとなってます。これもスムースなタンブルレザーですね。はい。シワ感はそこまでないかなと思うんですが、ホワイトの部分、このクォーターパーツとかに関しては、若干シワが感じ取れるかなと思います。結構質感的には、前回のアイオワダンクとか、ミシガンとかと比べてもいいレザーが使われてる気がします。なんとなく質感がそんな感じがしております。ホワイトの、トーボックスであるとか、クォーターパーツ、あとヒールの部分が、ホワイトなんですけど、スーシュであるとか、オーバーレイ、このあたりのスタビライザーとかは、パープル、バーシティパープルが使われております。で、シューレース特徴的で、シューレースはね、これサテン地なんですよね。ちょっとレディースモデル、ウィメンズモデルということで女性感を出したかったのかなっていうような感じなんですけど、本当にね、光沢のいい感じのシューレースが入ってます。一応替え紐がついておりまして、ホワイトのね、これもサテン地のシューレースがね、入っております。ホワイトにシューレース変えるとすごい良さそうだなと思うんですが、結構ありがたいですよね。シューレース今回、サテン地ということで、この点も99年のものと違うところですね。ミッドソールが違うのと、シューレースが違いますね。で、もう一箇所ちょっと違うところがあって、タントップのタンラベルに関しては、当時はイエローが使われてたんですけど、今回に関してはナイキスーシュっていうところが、ゴールドの刺繍になってます。だからちょっとレイカーズっぽい感じはなくなっちゃったんですが、これはこれでいい感じかなと思います。
で、もう一個99年と違うところですね。ライニングの履き口周りっていうのが、ここもね、サテン地となってます。つるっとしてますね。だから足入れすごい良さそうな感じです。スンとこう足馴染むような感じです。結構ね、このサテン地が影響してだと思うんですけど、僕としてはここがすごいかかとがプカプカ浮いちゃうような感じですね。はい。となっております。この辺もすごいいい感じだなと思います。いや、だから本当言うと、僕が本当に履きたかったやつなんですよね。かなり欲しかったカラーリングなんで、ちょっとサイズさえ間違えなければなっていうところなんですが、ちょっと残念ですが、もうしょうがないかなと思います。今回は、以上、こちらのダンクハイのウィメンズモデルホワイトバーシティバートルのご紹介でございました。相変わらずちょっと腰の状況がもう全然芳しくないんで、ざっくりレビューが続いちゃうんですが、本当申し訳ないです。ダンクはもう僕はお腹いっぱいいいかなっていうような感じでございますが、16日、こちらはね、日本国内では販売開始となりますので、ちょっと気になってるよっていう方の参考になればなと思います。またコメント欄の方で質問などいただければ、返せる時になるべく返しますんで、このスニーカーのことであるとか気になる点があれば、ぜひぜひコメントいただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。See you next time. Bye bye.